皆さんこんにちは、猫です。今回は面白いアプリを見つけたのでこちらで紹介したいと思います。ご紹介するアプリはトレカの売買されたプライスとかですね、そういったものをですねリアルタイムで載せてくれているものがありまして、これは本当に面白いなと思ってですね、ぜひ紹介したいなというところで、取り上げさせていただきました。では実際にですね見ていきましょう。まずはダウンロードをですね、アプリ開いてですね、名前としてですね、スポーツカードと入れてみてください。そしたらこの一番上にスポーツカードインベスターというのが出てきますので、こちらを開いていただいて、このアプリになります。で、私もインストールしちゃってるんですけど、ちょっとこちらをですね実際に見ていきたいと思います。はい、ではアプリの方を開いていきますね。で、これが立ち上がった画面です。まずは、ケビン・ポーター・ジュニアが開かれてますけれども、ですね、まずこれ、ザイオン選手のカードを見ていきましょうか。ここにザイオンと入れてですね、で、アプライですね。そうするとザイオン選手のカードが出てきます。一番最初はこれ、プリズムのカードのベースカードですね、出てますけれども、この下の部分ちょっと上に上げてくると、こんな形でですね、取引の情報を見ることができます。上の方から見ていくと、7日間での、値上がり率とかですね、30日間での値上がり率、値下がり率みたいなものが見れるのと、プラスでその下の方にですね、PSA10 とか9とかありますけれども、実際にこれ鑑定出したその鑑定ランキングごとにですね、金額が見れたりもします。またバイナウとか、今販売中のものとかですね、リセントセールス、最近売れた金額とかですね。で、また一番右はちょっと後ほど紹介しますけど、チャートって感じでですね、今どれぐらい値動きがしてるのかっていうのも見ることができます。PSA9 の場合はこれぐらいの金額で、PSA が8の場合はこれぐらいの金額という形で見ることができます。鑑定の結果が悪くなると金額が下がっていくのがリニアにこれを見るとよくわかりますね。そのから PSA10 はやっぱりかなり金額が上がるっていうことが、よくわかるようになってるかなと思います。リーセントセールスの方ですね、これが実際に今取引がされて売られた金額ですね。で、チャートがこんな形で、この30日間こんな形で値段が上がっていったんだよっていうのが見えたりとかですねしてます。PSA9 の方はそんな上がってないようなグラフにたまたまなってますね。はい。で、PSA8 も同じようなものですと。はい。ということで、プリズムだとですね、こんな感じになっているというのがこれを見てわかると。で、これ左にどんどん乾いていくとですね、スワイプしていくと、他のカードの種類を見ることができます。これクロニクルであったマーキーですね。のカードと。いう形で、どんどん右に行けば行くほど他のシリーズのカードとかも見ることができます。この辺クロニクルですね。オプティック、クロニクルといろいろな種類のカードが、いろいろなステータスで見れると。で、ここでプリズムのシルバー来ましたね。これちょっと見ていきましょうかというところで、チャートで見るとですね、PSA10 はどんどん上がってるのが見えますと。で、最近売られたこのリセントセールスのところも PSA10 はもうかなりの金額ですね。で、PSA9 になるとだいぶ下がってきて、10万円いかないぐらいと。で、PSA8 は5万じゃ買えないかなというような感じの金額感だというのが分かりますね。このアプリはですね、バスケだけじゃなくて、検索のところベースボールとかですね、他の種類のものも調べられます。スポーツカードは一通り、扱っているのかなというところですね。他にも価格のところとかもあるんですけど、ここはちょっと今よくわかんない状態になってますので、ちょっとスルーしますね。でですね、実際に私の持っているカードをこれ試しにですね、見てみたいと思います。今回見るのはこの2枚で、レブロンのカードで、左はベースで右がパープルのホロのカードですね。で、検索をしていきます。ここの検索の選手名のところにレブロンですね。を入れて、で、あと一番下に年代ですね、イヤーのところがありますので、これを2016を選びます。
そうすると2016年のレブロンのカードが出てきて、ベースはすぐ出てきましたね。で、これでちょっと見ていきます。そうすると PSA10 のカードがだいたい$445なので45,000円ぐらいで取引されていると。ベースカードでなかなかの金額ですね。で、鑑定がないやつだとだいたい1万円から15,000円ぐらいの間ですかね。くらいが多いのかなと思います。で、パープルの方を見ていくとですね、ここを見るとですね、PSA10 とかさっきはザイオンの時とかあったんですけど、これを見るとどうやら PSA10 のカードがないですと。で、ここに書いてあるローというのは生カードだと思いますので、鑑定されてないものが、今これぐらいの金額で取引されているところになります。だいたい鑑定なしで45,000円ぐらいというところですね。ちなみにパープルじゃなくて、ただのフォローだと、鑑定がなくても、11万から12万とかですね、そんなのがあるので、なかなかの金額になってますね。鑑定されて PSA10 だともう35万とかですね、すごい金額になってますね。あとはこの右上のメニューを開くとですね、いろいろとメニューがあるんですけど、このスポーツカードインベスターっていうところ、これは YouTube でこのトレカの価値が上がったよ下がったよとか、これが買いだよとか売りだよとかですね、そういうのをやってくれているYouTuber の方がいらっしゃって、その人が作ってるこのアプリだと思うんですけど、そういうのの紹介とかですね、その辺が載っているのかなというところです。ちょっとアプリも多分今後どんどん充実してくると思いますので、この辺がどんどん良くなっていくのかなと思います。以上、今回はですね、このアプリケーションの紹介という動画になりました。ぜひトレカのですね、価値を調べるときとかに活用いただけたらなと思います。ではでは。